いて座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回本当にご心配おかけしてすみませんでした。そして温かいねぎらいのコメントをたくさんいただいてありがとうございました。おかげさまで声もちゃんと出るようになったので、今回は2月の18日までの流れ、気をつけること、チャレンジ、人間関係や仕事のことを見てみたいと思います。よろしくお願いします。いきます。でははい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルス2、カップ2、カップナイト逆、ペンタクルスエース逆、カップ9、もうエンペラー逆、ワンドクイーン逆。はい、気をつけることや対策がワンド10とカップのキング逆。はい、そしてオラクルは吊るし人の逆位置ですね。そうですか。なんだかとっても気づきが大きなこの週だなって感じがします。どうして2月18日までかというと、2月18日、の途中から、魚座の季節に入るというかね、太陽星座が変わるので、それまでの流れということで今回は見させていただきます。少し2月がちょっと遅くなってしまったので、星で見ても2月の4日以降はですね、金星がお羊座に入ったり、木星もやっと巡行に戻ったりということで、非常にいて座の皆さんにとっては人生を楽しんでいくとか、前向きに切り開いていくっていうエネルギーが高まっている時ではあるんです。でさらに太陽は今水亀座にいるので、人とのコミュニケーションや自分が勉強したりとか、何か新しい知識を学んだりとか、人との、コミュニケーションですね、友達とのやり取りとか、そういうのが非常に活発になって好奇心も高くなっている時なので、その自分の中から生まれてくるあらゆる可能性というものを自分でいろいろ見ていって体験したりとか、それ一つのものに絞らなくてもいいって感じがするんですね。カードで見てもいろんな可能性が出てきているので、これやってみよう、こちら楽しかった、でも違ったとか、いろいろ精査しながら進んでいくんだなっていう流れにあります。なので動きが結構ある時期ですね。この時期実際の行動もだし、頭の中も動きがあるっていう感じでしょうか。情報もいっぱい入ってきますしね。そして、2月の12日が満月になります。でこの満月自体は獅子座で起こる満月で、ちょっとね過剰になりやすい、強い刺激が来てついつい過剰になりやすいっていうのもあるかもしれないので、もし今自分が弱ってるんですとか、ちょっとおとなしくしておきたいんですという方にとっては、流れが強すぎてちょっと無理みたいな形でね、ちゃんと否定したりとか拒否したりとかして過ごせると思うんですけど、普段いろんなことができてしまう方にしたらやってみせるみたいな気持ちになったり、振られたものに乗ってしまうみたいなのもあるので、何でもこれっていいことなのかな、これが今チャンスなのかなって言ってついつい過剰にやってしまうということもあるかもしれないので、本当に自分に必要なものだけを取捨選択するようにしてくださいね。12日前後です。これはただ全体的には先ほど言ったみたいにすごく前向きにご自身の頭の中でいろんなことを考え、いろんな可能性を見て実際に人生を作っていく、選んでいくチャンスっていうのがある時なので、そして人間関係もいいです。人を通して入ってくる情報や人からかけてもらう言葉っていうものの中にとてもいい恩恵があるみたいですね。ここでもカップの2っていうのが出ているので、どんどん人と関わっていろんな人の感情を聞いたりとか、シェアしてみたりとか、アウトプットしてみてください。でこれまで少し取り損ねていた誰かからの思いっていうものを自分がちゃんとキャッチできるみたいです。例えばお世話になっている先輩だったりとか、認めてほしい上司だったりとか、親だったりっていう、何かこの人に認められたいみたいな、ちょっと自分を尊敬するようなそういう人、上司とかが一般的に当てはまりますけども、そういう人からのもう少し気にかけてほしいなとか、手をかけてほしいなと思っていた感情が満たされるっていう感じがするんですね、今回。でそれはなぜかっていうと、今いて座の皆さんがやろうとしていることとか、考えていること、計画していることも含め、じっくりと取り組もうとしていることがあるとしたら、そのことを褒められたりとか認めてもらえたりとかっていうのがあるのかなって感じがしますし、これは別に誰かに認めてもらわなくてもそれはいて座の皆さんにとってはとてもいいことみたいなので、ちゃんとその恩恵っていうものをね受け取れるよっていうふうに出ています。
まあいきなりでもここでカップの9っていうのが出ていて、非常に感情的に満たされている感じがするんですね。でこれはおそらく、まあ、今私が感じてることなんですけど、なんか自己肯定感みたいなものが高まってるんじゃないかなと思います。さっき誰かに認められるようなこともあるだろうというふうに言ったんですよね。過去に受け取り損ねたもの、まあ本当は別にもともと例えば上司の人は応援してくれてるんだけど、それを言葉としては言ってなかったこと、もしくは逆に反対にちょっと注意するようなことを言われてたとしても、実はそれは愛情だったっていうことをちゃんと分かって、こんなに応援されてるんだとか、こんなに認められてるんだっていうことを自分で感じたり、またはそういう人との関係、そういう人じゃなかったとしても、自分で今やってることっていうものを自分でよしよしいいぞっていうね、自分を褒めてあげたくなるような、なんかそういう感情があって、非常に感情的に満たされてるなって感じがあります。でだからこそ、じゃあもっと頑張ろうとか、もっとやるぞみたいな、すごく志が高い目標を掲げそうなんですけれども、そこはさっき言った2月12日のね、満月のエネルギーのように、あまり過剰になりすぎないようにしてください。ほどほどにというか、中庸でいく方がいいような気がします。ここでエンペラーが出てるんですけども、エンペラーの逆なので、すごく自分を強い目標とか、なんか強い理想像みたいなものに掲げてしまって、そこに至るまでは大変みたいな、なんかそんな感じもするんですね。ここでワンドのクイーンっていうのも出ているので、とてもなんか今すごく勉強とかも情報とかもいいし、自分のためになることを自分でやろうとしてることが多分あると思うんですけど、それとってもいいことなんですよね。でそれにだんだん拍車をかけていって、自分ではもっとできるもっとできるみたいにやりがちでもやっぱりどこまで行っても誰かと比べている間は必ず優劣っていうものができますよね。どれだけ自分ができてると思っても、世の中にはもっとできてる人だっているし、できてない人だっているしということで、他者と比べ始めると、まだまだだまだまだだっていうことに思いそうなんですよね。でもここで言われているのは、伊手座の皆さんに言われているのは、今自分の中から生まれている自己肯定感っていうのかな、今自分のためにやってることで、それ素晴らしいことですよねって、それできてることって素敵とか、素晴らしい私みたいな、そういう感覚でいてほしいんです。比べるとしたら、過去の自分と比べて今頑張ってるぞとかはいいんですけど、他者と比べないようにしてくださいね。誰々さんはこんなに勉強してこんな仕事をしている、私はどうだみたいなことはしないということです。エンドレスになるので、それはね。でとてもこれ両方とてもいいカードなんですよね。ワンドのクイーンにエンペラーっていうのは、ものすごく自分が持ってる才能とか持ち合わせてるものっていうのをうまく活用して、自分らしく自分の強さを表現していけるよ、何でもこなしていけるよっていうカードなんですけど、逆になってるってことは、本来はそれで満たされているはずなのに、誰かと比べたり状況と比べたりとかして、いやまだまだみたいなことを思いそうだなっていうふうに思ったんです。そして自分にもまたねプレッシャーをかけたりとかするんですけど、物事は逆から見てくださいねっていうふうに言われてるんですね、この時期。とってもいい情報が入ってきそうだし、いい流れがあるからこそ焦らず、なんかこう今受け取れる今受け取れるだろう、そして感じられるであろう自分だけの感性っていうもので、この現実を見てくださいねって感じで言われてる気がしました。でも期待がなんかあるんですよねこの時期ね。誰かからの期待が、おそらくそれが上司からなのか、なんか信じてもらえるっていうのかな、自分のことを。だからこそそこに応えたいみたいな思いがあるんですけど、そのままの自分の才能とか、そのままの自分でいることで十分答えられるはずなんですけど、もっと何かをしなくちゃいけないというふうに思いがちなので、それだけちょっとね気をつけてくださいね。仕事のことを見てみましょうか。仕事を見てみましょう。もっと勉強したいとか、もっと自分の専門性を磨きたいっていうのはすごく素晴らしいことですし、そういう気持ちが今湧き上がってきてても全然おかしくないんですよね。でちなみにですが、2月24日から3月2日までって結構ね物事スムーズにいきやすい時なので、その期間の中で一つ終えられるようなことを勉強するとかとってもいいと思いますよ。ただもう少し長い期間で見ると、やはり4月の18日以降の方がぐんぐんとチャレンジしていける時期になるので、今のこの期間っていうのは、自分で自分を認めること、そして喜ぶこと、ゆっくり今の現状を見つめることっていう感じがしますね。お仕事でいうとワンドの7、フール、カップ3ですね。
今されてるお仕事は十分自分の力量でこなしていけますよというふうに言われてます。でも一人で何か頑張ってやっていくっていうやり方を変えたくなる感じがします。やっぱフールっていうのは一回ゼロに戻すとか、一旦ちょっとリセットして考えてみようみたいな、もう少し自由なやり方もあるかもしれないとか、もう少し気がついたら私ったらこんな仕事のやり方にとらわれてしまってたなとか、そういう感じで何かにリセットすることによって気づくことがあるよと。でその上でカップの3っていうのは誰かとのコミュニケーションや交流によって喜びもあるし、人脈は広がるし、可能性も広がるよというふうに言われてますね。今これ星の時期で見ても同じです。他者との関わりや情報交換や自分が勉強すること、好奇心が湧いてくることっていうのはとてもいいんですね。で今のやり方で一人で何とかこなしていく、できるからこのままいいかって感じ思うかもしれないんですけど、ちょっと一旦置いといてリセットして考える方がより豊かなね、なんか可能性っていうのが見えてくる感じがしますよ。もっとなんか一人で全てのことを管理するっていうのではなく、なんか誰かと関わりながら自分がそこに入っていくとかね、いろんな人がやってるところに自分が入っていくとか、なんかそんな感じがするんです。なのでお仕事としては少し一人で管理してたものはちょっと終えて誰かと共有したりとか、関わりながらやっていくって感じが出てますね。そして人間関係見てみましょうか。人間関係も良さそうですけどね、この普通に見ても。忍者、ペンタクス10、ペンタクス3ということで非常に恵まれています。これまで自分が築き上げてきた関係性やここまで生きてきた経験の中で関わった人たち、例えば家族もそうだし、仲間とか昔の友達、学校時代の友達とかもそうかもしれないし、何かこれまで関わってきて作り上げてきた関係性っていうものが非常に今豊かにここに存在してますよねっていう感じで言われていて、崩れませんと。それはここまで築き上げてきたものはそう簡単には崩れないんですと。だからこそその中でゆったりとその関係性のありがたさとか豊かさっていうものを感じてくださいっていう感じがします。ただ一つ忍者っていうのも出ているので、その豊かな関係性があるからこそなんか無理して関わらなきゃいけないとかではなく、しっかりと自分を見つめる時間っていうのも持てますようだし、自分というものの自分の考えや自分の在り方っていうものをしっかりと自分で持つことによってさらに他者との関係は良くなるんだなって感じで出てます。ペンタクルの3も出てるので、一緒に学んでいけるとかね、一緒に何か協力して取り組んでいくことがあるのかなっていう感じが出てますね。仕事でもカップの3出てますし、全体のところでもカップの2にも出てたりとかして、やはり人間関係は非常にいいです。でもその時にそのいいっていうのは誰かに何かをしてあげるからいいとかではなく、本来の自分らしさとか本来の自分であること、私らしくあるみたいなね、それが全ての鍵なんだなって感じがしましたね。はい、こんな感じなんですがいかがでしょうか。もし何か良かったですとか、なんか分かりましたっていう方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ちょっともう一枚オラクルカード引いてみますが、出たのがこのカードでした。これを見て何かね感じることがあれば、皆さんも直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。やはり何か、これはハイヤーセルフとか神聖なる自分の直感を使えるよみたいな感じなんですけど、非常に今その外側の世界とか今何をしてるとか自分がどうあるっていう外側の世界ではなく、自分のその魂っていうものは永遠でありここに存在していて、その魂から感じること、その魂が感じることっていうものを今受け取れる時なんだって感じがします。普通に見ても思考すごく回る時なので、その勉強が進んだりとかね、情報処理したりとかっていうのはもちろんできるんですけど、もう1ランク上のもう1ランクバージョンアップした状態でのスピリットを通して感じるっていうこともできるんだよっていうふうに言われてる気がしました。すごいですね。はい、ということで今回もありがとうございました。また18日ぐらいにね次の動画をアップしたいと思います。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。